楽しかった。こんにちは、よすけです。今日は4月25日、金曜日。ニコニコ超会議の前日です。これから幕張メッセで展示する風洞の設営をします。昨年に引き続き2回目の参加。今年は荷物が少ないので、短時間で終わる予定です。はい、終わりました。設営にかかった時間は1時間ぐらい。ちょっぱやで終わったので、その後はアズパカさんたちのホビー部を偵察。クリエイタークロスの前日祭にちょっとだけ顔出して、早めに帰宅。昨年、車中泊で体が痛い目を見たので、今年は家でぐっすり寝ることにしました。次の日は朝5時起きで幕張メッセへ。日課の筋トレをしつつ会場を待ちます。で、2日間、たくさんの視聴者の方がブースを訪問してくれて、持参してくれたミニ四駆を風洞実験してみました。今回はみんなの風洞実験をまとめた動画になります。ただ、注意事項がいくつかあって、ダウンフォースは流速 2.0 メートルパーセックで計測。流線は流速 0.2 メートルパーセックで確認しています。ダウンフォースの値が当日と動画で異なります。当日は補正値を加味するのを忘れていました。これまでの動画より流線の乱れが大きいです。会場のエアコンの風が風洞を直撃していたので。ということで早速、ほぼ会場と同時に来てくれた、堀さんの風洞実験を見てみましょう。はい、いきなり極物の登場。鉱山仕様のダンプです。ダウンフォースはこちら。フロントが 3.5g のリフト、リアが 1.7g のダウンです。流線を見ると、ダンプのひさしのところに流線が衝突しています。多分この影響でフロントがリフト、重心に対して回転する力が働いて、リアにダウンフォースが働いたのかなと思いました。堀さんの2台目は、ダンプです。この角度からしか動画を撮っていなかったので、わかりにくいですが、上から見るとダンプでした。堀さんの性癖にはダンプがぶっ刺さっているようです。で、ダウンフォースは、フロントが 0.8g のリフト、リアが 0.2g のダウンです。先ほどの大きいダンプよりフロントのリフト、リアのダウンフォースともに小さくなっています。やっぱりひさしがなくなったことで、ボディ上側の空気がきれいに流れるようになったから、なのかなと思いました。次はパンナコッタさんのハリケーンソニック。すみません、ちょうどシャーシ下に来る煙のノズルが、詰まっていたようです。ボディ上側の流線は、かなり綺麗に流れているように見えます。気になるダウンフォースは、フロントが 0.0g、リアが 0.0g。つまり、空力的にはニュートラルになっているようです。もう少し上から見るとよくわかるのですが、ボディに沿って空気が綺麗に流れています。リアウィングも寝ているので、マシン後ろの流線も平行に綺麗に流れているのが、印象的でした。次はボンズ153のレイボルフ。マンに出てるシーカーのようなボディになっています。すみません、連続で計測していたので、スモークマシンの充電が切れかかって煙が薄いです。ボディ上面の流線がコックピットに沿って流れた後、リアウィングで跳ね上げられているのがわかります。気になるダウンフォースは、フロントが 1.0g のリフト、リアが 2.4g のダウンです。リアのダウンフォースが大きいのは、リアウィングが仕事をしているからだと思います。フロントがリフトしてしまうのは、フロントのシャーシ下に空気がうまく流れていないので、流速が遅く、圧力が高くなっているからかなと思います。次はコッスーさんのレイボルフ、提灯仕様です。ボディをぶった切って若干斜めに取り付けられています。流線を見ると、リアウィングの位置が低いので、あまり仕事をしていないようです。気になるダウンフォースは、フロントが 0.9g のリフト、リアが 0.1g のダウン。やはりリアウィングは仕事をしていないようです。フロントは先ほどのボンズ153のレイボルフと、同じぐらいのフロントリフトになっていました。提灯仕様なので、
ボディを上げた状態も見てみました。コックピット部分とリアウィングで、流線を大きく跳ね上げています。気になるダウンフォースは、フロントが 1.2g のダウン、リアが 1.8g のダウン。前後ともに大きなダウンフォースになっていました。今はつっかえ棒で提灯を上げた状態を維持していますが、実際に提灯が上がっている時間は一瞬なので、ノンターボエアブレーキが効くのかは不明です。次は U-03 のトライダガー ZMC。フロントノーズがかなり低いボディです。リアウィングが高い位置についていますが、流線の跳ね上げは小さいのでダウンフォースは小さそう。で、ダウンフォースは、フロントが 0.3g のダウン、リアが 0.1g のダウン。ほとんどのミニ四駆がフロントリフト傾向なのですが、トライダガー ZMC はノーズが低い影響か、フロントにもダウンフォースがかかるようです。リアはウィングの効果が小さいので、ダウンフォースも小さくなっているのだと思います。U-03 の2台目はビークスパイダー。空気を切り裂くマシンの実力はいかに？ダウンフォースは、フロントが 0.2g のリフト、リアが 0.1g のダウン。先ほどのトライダガー ZMC と比べると、フロントがリフトフォースになって、リアは同じぐらいのダウンフォースになっています。フロントの盛り上がりが大きいフルカウルミニ四駆は、フロントがリフトしやすい傾向にあるように思います。タイヤの外側のエッジで空気を切り裂いているかも、確認してみました。ノズルが横一列に並ぶように変更。エアコンによる有線の乱れが大きくてすまんかった。ですが、空気は切り裂けてないようです。やはり回線種が使わないとダメな模様。次は黒3の実写タイプのマシン。残念ながらマシン名は聞き忘れました。ランボルギーニみたいな平べったいボディ形状なので、流線は綺麗に流れています。ダウンフォースは、フロントが 0.6g のリフト、リアが 0.2g のダウン。思っていたよりもフロントリフトが大きかったです。別アングルから見るとわかるのですが、このボディ、窓の部分をメッシュにしているので、ここに流線が流れ込んでいます。もしかしたらこの影響でフロントリフトが大きくなっていたかもです。黒3の2台目のマシンも実写タイプです。マシン名を聞き忘れましたが、提灯になっています。でこのボディ、この辺りの流線がすごく綺麗です。ダウンフォースは、フロントが 0.2g のダウン、リアが 0.2g のダウン。前後ともにバランスよくダウンフォースが効いています。ボディ後方の流線が綺麗なのは、ボディ後端をギザギザにカットしているからかも。と黒さんが言っていました。提灯なのでボディが若干浮いているのですが、ボディ内の空気がうまく抜けているのかもしれません。次はマグロタさんのビッグウィッグです。はい、スモークマシンの充電が切れました。空気が見える男がデザインしたマシンの、流線を確認できなくてすまんかった。一応、ダウンフォースは測れたので、フロントが 0.4g のリフト、リアが 0.5g のダウン。バギータイプのボディは初めてだったので、ぜひ流線を確認したかったのですが残念、無念。次回があったらまた持ってきてください。次はユーグレさんのレースピアー。蛍光グリーンが綺麗なマシンです。ボディが平べったいので綺麗な流線になっています。ダウンフォースは、フロントが 0.2g のリフト、リアが 0.6g のダウン。リアウィングの流線がそれほど跳ね上がっていないのですが、ダウンフォースは大きめです。フロントはノーズが低い割にはリフトフォースになっているなぁと思いました。次は超ニコ4空ネイさんのレースピアー。ユーグレさんのレースピアーとの違いはあるのか？ダウンフォースは、フロントが 0.3g のリフト、リアが 0.6g のダウン。ユーグレさんのレースピアーとほとんど同じ結果。キットのマシンを同じように組めば、大体同じような空力性能になるようです。最後は超ニコ4区に参戦したマトサシーさんのマシン。MBR のなんとかです。タイヤの位置の関係で他のミニ四駆より、後に設置されています。
運悪くエアコンの風がもろに声優格子に当たっていて、有線が乱れまくっていてすまんかった。で、やっぱり目につくのはリアウィング。有線が大きく上に跳ね上がっています。ダウンフォースは、フロントが 0.4g のリフト、リアが 5.8g のダウン。今回の計測の中で一番大きなダウンフォースでした。フロントは 0.4g のリフトフォースになっていますが、これは支点となるリアタイヤに対して、リアウィングがかなり後ろにあるので、回転する力が働いてフロントがリフトしているのでは、なんて話をしていました。後から見るとこんな感じです。残念ながら、今回はフロア下の有線を、確認することはできませんでしたが、デフューザー部から巻き上がってくるような、煙が見えたので、グランドエフェクトも、かなり効いているのだと思います。さすが JCJC を 1.5 秒台で走るマシン、だなぁと思いました。で、ここからは残念ながら、ホイールベースが合わなかったため、ダウンフォースが計測できなかったマシンを、紹介していきたいと思います。まずは U-03 のトーマス。はい、トーマスです。空力を意識して、若干の前傾姿勢になっています。だがその効果は計測できませんでした。次も U-03 のフェンスカー。多分10メートルパーセック以上の速度で走るので、空力の影響も大きいはず。影響がどの程度かわかりませんが、モーターを止めているブラケットで有線が乱れていたので、損失も大きそうだなぁと思いました。次はミニ F。お名前を聞くのを忘れてしまったので、見てたらコメントお願いします。さすがミニ F といったところで、ボディは滑らかに、リアウィングで有線が、跳ね上げられていてダウンフォースは高そうです。ただ、ドライバー前方で渦ができています。コックピット手前の跳ね上げが小さいのかなと、思いました。で、最後は、エビです。エビでした。ということでいろんなマシンの空力を見てみました。ざっくりとした感想ですが、ミニ四駆はフロントリフトしやすいようです。特にフルカウルミニ四駆はフロントがかまぼこ型になっているので揚力が発生しやすいようです。サイドスカートがないとシャーシ下から煙が逃げている。つまり、床下の流量が小さく、速度も低下するので、ダウンフォースが働きにくいようです。速度が10メートルパーセック以上になると空力の影響はある。松斎さんのマシンを例にすると、流速 2.0 メートルパーセックで約 6g、ダウンフォースは流速の2乗に比例するので、流速10メートルパーセックでは25倍、つまり 150g のダウンフォースがかかっています。車重は 50g 程度だと思うので、約3倍のダウンフォースがかかっていることになります。これはかなりでかいです。ということで、今後はヨスケの全力ミニレイクも、改良していきますので、応援よろしくお願いします。ではでは。